皆さんこんにちは。菅製作所の工藤です。本日はこちら STR2000 トランスファー装置のご紹介をさせてください。こちらのですね、真ん中にありますこちらの装置が STR2000 トランスファー装置という装置になっています。で、右側のこちらにドッキングされているのが SSP2000 プラスという2点加速度のスパッタ装置になります。で、左側にドッキングされているのは SAL3000 プラスという ALD 装置になっています。で、こちらの真ん中のトランスファー装置なんですけれども、こちらのような4インチまでのシリコンウェハーなどをこちらの基板トレイの上に乗せまして、トランスファー装置に搬入します。で、トランスファー装置を真空にしてあげて、真空のままスパッタ装置に移送させたり、ALD 装置に移送させたりを行える機械となっております。で、なんでこういうことを行うかというところなんですけども、まずはじめにこちらのスパッタ装置に移送させて、こちらは逆スパッタは、オプションになるんですけども、逆スパッタ機能を、つけた装置ですと、その逆スパッタを行いまして、基板表面のクリーニング、活性化を行います。で、クリーニングを行った後に ALD 装置に移送されまして、薄い、例えばアルミナの膜をつけてあげます。で、その膜をつけてあげた後にすぐに真空の中でまたスパッタ装置に移送させて、スパッタでアルミニウムなどの電極膜をつけることができます。で、その電極膜をつけた後に取り出していくということも可能になります。また、ALD で精膜した後にスパッタを精膜する。で、それを何層かにも、精膜することができるという特徴を持った装置になります。それでは、本日の動画では、こちらのトランスファー装置を使った基板輸送の様子をまとめた動画を作っていきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。それでは、基板トレイを右側のスパッタ装置と左側の ALD 装置に輸送させる、トランスファーさせる工程をちょっとお見せしたいと思います。まずはトランスファー装置の画面をスパッタ装置の矢印の方向のボタンを押します。そうしますと、スパッタ装置がオントランスファーという画面になりまして、トランスファーが始まります。で、基板の向きをスパッタ装置側に来まして、で、ゲートバルブが開いて、基板トレイを伸ばします。で、スパッタ装置側で着金機構がこいつを捕まえて、アームが縮んで、ゲートバルブが閉じるという工程をこちらの装置で行います。ゲートバルブが閉じて、トランスファーが完了しました。基板がスパッタ装置に取り組まれたので、こちらの画面で逆スパッタを行ったり、スパッタリング精膜を行ったりします。で、それが終わりましたら、今度またトランスファー装置に戻してくるのに、スパッタ装置からトランスファー装置への矢印のボタンを押してあります。で、またオントランスファーになりまして、今度タッキングしてあるところにアームが伸びていって、タッキングを下ろして、で、アームに乗せた後にアームを戻して、ゲートバルブを閉めるという工程がこの中で行われます。はい、終わりました。で、続いてですが、ALD 装置の方に、トランスファーしていきます。トランスファー装置から ALD 装置の矢印を押してあげますと、今度は、こちらの ALD 装置の画面がオントランスファーになりまして、ゲートバルブが開いて、タッキング機構が下がって、で、アームが伸びて、タッキング機構が持ち上がって、アームが縮むという作業をここで行っています。はい、搬送が終わりました。で、搬送が終わったら ALD 装置
側で、レシピを選んで、LD 制膜を行って、で、また取り出しています。で、また取り出すのにトランスファー装置で、ALD 装置からトランスファー装置への矢印を入れますと、またゲートバルブが開いて、アームが伸びて、で、基板トレイを下ろして、で、アームが縮んで、ゲートバルブが閉じるという作業になります。はい、トランスファー装置に戻ってきました。で、この後に、待機の取り出し、のところで、リジェクトの方向にボタンを押しますと、ベントが始まりまして、トランスファー装置が待機ベントされて、で、リジェクト、基板のトレイが待機側に出るということになります。で、これでとても嬉しいのが、右側のスパッタ装置と左側の ALD 装置は待機解放しなくていいっていうところなんですね。で、待機解放せずに、トランスファー装置だけを待機解放させてあげて、基板を取り出すということができるというところが、こいつのすごいメリットというふうになります。はい、待機になりました。で、待機になりますと、こちらのように、Please Open Hatch という表示が現れます。なので、ハッチを手動で開けますと、アームがこのように飛び出てきまして、基板を取り出すことができるといったところになります。以上で、トランスファー装置の説明を終わりにしたいと思います。本日は、こちら STR2000 トランスファー装置の実際にトランスファーされる様子を動画でまとめることができました。菅製作所のチャンネルでは、このように研究開発のアイデアになるような情報をこれからも発信していきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。